んこんにちは、のばなです。ある日曜日、無性にケーキが食べたくなってケーキを買いに来ました。このいちごケーキしたいんですけど、これだよ、これ食べたいよ。ママがあっちの方のところだよ。さて、これは何でしょうか。すべて紙で包まれます。エコな国です。おいしそう。ケーキの見た目が完璧な国、日本から来た私はドイツのケーキの包み方に最初はびっくりしたものです。はは、めっちゃ大きいやん。僕はどれ？わからんのだけど、どっちでもいいんじゃない？僕はこれ。はい。今ママがここに置いたやつ。でかい。やったー。そうやで。任せて。よいしょ。ケーキだよ、見て。ありがとう。いただきます。いただきます。バイダークールだけ。クールストーどうこれ美味しいんですよ。うん。重そうでもね。うん。でも美味しそうね。めっちゃ久しぶり。もうそうだけ美味しそうね。ゆっくり食べる。ゆっくり食べる。めっちゃゆっくり。なんと息子がコロナにかかってしまいました。友達の誕生日パーティーでみんなで映画館に行ったのですが、その時にウイルスをもらってきたっぽいです。玄関のドアに夫がコロナです、ソーシャルディスタンスに気をつけてという紙を貼りました。そして息子が熱を出した2日後には私も喉の痛みから始まり、そして熱に頭痛が始まりました。熱は 37.8 度をキープし、ものすごい頭痛で寝ることができませんでした。熱を出すことは重要なのですが、寝るのも重要だと思い、パラセタモール、アセトアミノフェンを飲みました。パラセタモールはよく効いたので寝ることができましたが、翌朝はまた頭痛と熱から始まりました。熱を出した翌日、うちにあったコロナテストキットで陽性が出たので、ホームドクターのところで PCR テストをしてもらい、陽性だと分かりました。そして私と一緒に PCR テストをした娘も陽性でした。子供2人と私、仲良く陽性です。熱と頭痛でしんどいですが、動ける間にと具だくさんのお味噌汁を作ることにしました。病気の時はとにかく日本が恋しくなります。誰かおかゆ作ってくれ、温かいうどん作ってくれとひたすら思ってました。息子がコロナにかかる前にドイツアマゾンで頼んでいたお味噌。アマゾンで日本のお味噌が買えるとはすごい世の中になったもんです。
私は結局熱は丸1日出ただけで、頭痛も熱が下がるとともになくなりました。でもその後少しですが咳が出るようになりました。夫は陰性のままなのとコロナワクチンを3回打っているので隔離義務はありません。スーパーに買い出しに行ってもらえるので助かりました。うどんが来た。これで生き延びれるわ。いつものうどんじゃないけど。違うけど、でも中身一緒やと思うから見て。だから美味しい味。まあ病気の時に食べたくなるんだよ。そう思う。10個入ってる。10個待って、1、2、3、4、5、12個入り。こんな長いの。待って、入らない。僕のも長いよ。見て。めっちゃ長いな、このうどん。でもうどんはもっと長い。息子のお友達のお母さんが差し入れにオレンジをドアの前に置いていってくれました。感動です。ここに2人食べれるじゃん。誰が食べれる？ここに入れたい。ママ。体に優しいものが食べたかったので、よくオートミールおかゆを作りました。オートミールに適当にお水を入れて、お友達が日本から送ってくれた塩昆布とお茶漬けの素を入れました。夜になると咳が出るので、切った玉ねぎをベッド横に置きます。感染6日目、玉ねぎのおかげもあり、よく眠ることができました。夫までコロナに感染しないように、子供2人と私は同じ部屋で寝るようにしています。家族全滅すると大変ですからね。コロナに感染してから7日目にテストセンターでテストをして、陰性であれば隔離から解放されます。
もう少しお家でじっとしておきます。食欲はあるので16時間断食のオートファジーは一旦休憩し、朝ごはんを食べます。栄養満点のドイツパン。前回の動画で胃痛が2週間続いて大変だったとお伝えしましたが、胃痛が治り元気になったと思ったらコロナです。なのでもうずっとワインを飲んでいません。元気になったらドイツワインで乾杯したいです。それで今は線を塗ってこして、それでこれをしてドイツでは風邪の時などにチキンスープを作るみたいです。誰かが作った美味しいものが食べたいとひたすら私が言うので、夫がうるさい嫁を黙らせるためにチキンスープを作ってくれました。お好み焼きは子供たちのためです。山芋も何にもないですが、とりあえずお好み焼きの出来上がりです。外行ってからね。ちょっと待ってね。何これ、すごい。お風呂に入れるやつ？すんごい。これなんかあなたにだよ。大間と大葉かな。7日目にテストをすると3人とも陰性でした。誰も重症化することなく本当に良かったです。よかった。元気になりましたか？まあいっか。元気ならいいや。皆さん、私は元気です。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。